こんにちは。ですね、今そっか、今っていうか前回のビデオからまただいぶ日数が経ってしまったので、近況からですね、池の修理をずっとやってましたよね。池の修理が終わって水漏れが治って、でそのためにどけていた石も戻して水が溜まった、で水草を入れたってところまでビデオにしましたよね。でその後ですね、もうメダカが入ってます。それからボードウォークですね、僕がパレットで作った歩道がだいぶ傷んでいて、あちこちもう踏み抜いて割れていて、で割れるたびにそこだけ板を張り替えてってやってたんですけど、もうさすがにあれを作ってからもう結構経ちますからね。多分4年ぐらい前だと思うんですよ、あれを作ったのが。でそろそろいい加減作り直そうと。でまたパレットでやろうかなとも思ったんですけど、そしたらまた4年後に全部やり直さなきゃいけないし、で本当はね石がいいかなと思ったんですよ。平らな石が手に入ればそれがいいなと思ってたんですよね、石畳みたいに。ただそれもなかなかね、いろいろこの4年間で待ってたんですけど機会に恵まれず、あとレンガも考えたんですよね。どっかでレンガ作りの倉庫とか煙突を解体する話ないかなと思ってそしたら大量のレンガが手に入るかなと思ってたんですけど、それもご縁がなく、で結局枕木、レールの鉄道のレールの枕木ですね、あれが手に入ることになったので、じゃあ枕木でやろうと。枕木だったらね、ここもね結構枕木使ってるんですよ。そこのテラスの土台も枕木だし、枕木がなんか防腐処理がしてあるのでね、腐りにくいので枕木を使ってやるのが一番安くて手間がかからない方法だろうと。石が手に入ったとしてもね、石畳を作るのは相当大変ですからね。なので今週枕木取りに行くんですけど、腰を痛めないように十分注意して作業します。だから今日そのダメになったパレットの板をね1枚ずつ剥がしていってるんですよ。で上から見たら無事に見えるところもやっぱり剥がしてみるとね、もうだいぶ下裏側は腐ってて、このまま夏を迎えたらきっともうナメクジとムカデの温床になりそうな雰囲気なので、もう早めに剥がしちゃいます。でね、この1ヶ月以上毎日絵を描いていて、1日から2日に1枚のペースで描いてるんですけど、その絵をちょっと最近描いたやつをご紹介しようかなと思うんですよ。まずこれね、これは見ての通りみかんです。でなぜこれを描こうかと思ったかというと、なんかこの生物画でね、この割とフルーツってポピュラーなモチーフですよね。っていうのもなんかこの皮と実の間の綿の感じとか、こっちから光が当たってちょっとこう光が透けてる感じとか、みずみずしい感じを描くのがきっと練習になるし、でね描いててすごい楽しかったです。これなるほど、こういうので絵画の技術をつけていくんだなと思いました。これ結構気に入ってます。もうサクサクいきましょう。次これですね。これはこれも割と修作っていうか絵の練習とか
に使われそうなモチーフですよね。水の入ったグラス。これね、前回描いたやつがドイツの方にご購入いただいたんですよ。もう届いてると思います。なので売れちゃったので、もう一枚このグラス・オブ・ウォーターの絵を手元に置いとこうと思って描きました。でもね、僕としては前の売れた方のやつの方が気に入ってますね。それより上手には描けたんですよ。上手には描けたんですけど、ちょっとね、なんかあざとさが出ちゃったというか技術に走っちゃったなという感じがして、前のやつの方がね下手なんですけど、なんか勢いがあったような気がします。まあそれも好みなので、ね、僕はこれも気に入ってます。これはまあ見ての通りコーヒーです。ちょっとね似たような生物画が続いてますけど、これは純不動です。書いた順番通りじゃないです。ちょっと透明の液体を描いたので、ちょっと今度は黒い液体を描いてみたいなと思って、白い陶器のマグカップに入ったノーシュガーのブラックコーヒーを入れてみました。このなんか背景の黄土色がいい感じになったなと思います。いいでしょう。このちょっと角のあるマグカップという。次ですね。これがですね、ちょっとね新機軸というか、ちょっと変わったモチーフで描きたいなと思って描いたんですよ。これは東京の秋葉原のメイドカフェの店員さんが休憩中にその雑居ビルの階段に置いてある灰皿のとこでタバコを吸って休憩しているという、なんかね、この可愛いメイドの服を着た若い女の子が紙巻きタバコを吸ってるっていう、なんかちょっとミスマッチを狙ったんですよ。タバコ吸う人もいるでしょう。この子に接客されたお客さんもこういう姿を想像できないんじゃないかなとか、いろいろ考えながら描きました。これもね結構気に入ってます。この階段の雰囲気、コンクリートの冷たい階段の雰囲気とかがうまく描けたと思います。ちょっとねこのおぼつかない感じをね表現したかったんですよ。タバコ吸ってるけどそんなに慣れてないなと、なんかちょっとかっこつけて吸ってるだけちゃうんかというような手つきを表現したつもりです。こっちにライター持ったまんまっていう感じとかね、そんな感じです。これはもう見ての通りのそこのドアの前に立ってる銀棒です。もう最近週に1回ぐらい母屋からこっちに連れてくるんですよ。もう1週間くらい経つともう外に出せってうるさいんで、連れてきてで庭で遊ばせて、で母屋に連れて帰るともう僕のベッドでぐーぐー満足して寝てるんですけど、それでね久しぶりの外だぜって感じで荒ぶってる感じの銀です。なんか動物はね難しいですね。やっぱり多分ちょっとずつは上達してるとは思うんですけど、次これは完全になんだろうな、想像の絵というか、この地方の空港のこの整備工場に小型機が止まっていて、この整備担当のおじさんと CA のお姉さんがこうタバコを吸いながら談笑しているっていう、このタバコシリーズですね。タバコシリーズっていうのをねちょっと今後ちょくちょく書いていこうかなと思ってまして、なんかあんまりなんかこの喫煙所っていうのが多分ここの空港でタバコを吸える場所ってあんまなくて、
でも整備工場のとこに行けばタバコが吸えるってことで、多分ここにね、CA さんだけじゃなくて操縦士の人とかもね来るんじゃないかなみたいな空想で書きました。なんか僕の経験からも喫煙所ってなんか普段あんまり接点のない人がおしゃべりできたりする場所だと思うんですよね。なんかこれもしかもこのちょっと明け方の雰囲気なんですよ。おそらくこのおじさんも夜勤がもうすぐ明けるって感じで、 CA さんはこれから行くのか帰ってきたのか分かんないんですけど、そんなひとときを描き出してみました。これね、なんか脇役のこっちの方がなんかうまく描けたなと思って、こっちの2人より人物描くのも難しいですね。特にねこの15センチっていう小さい世界で描くのは難しいです。次はこれは電話ボックスです。夜の電話ボックス。これは僕が東京に住んでいた頃に撮った写真を模写した風景です。それはもうそのまんまです。こういう感じでね。今はねもう電話ボックスもだいぶ少なくなりましたけど、これはもう一緒に見せちゃおうかな。トマトとレモン、見ての通りこれはもう本当に生物画のごくありふれた生物画って感じですけど、やっぱりねなんかこういう自然のもので丸みがあってちょっと表面が艶があるみたいなものを描くのはやっぱり楽しいですね。それはみんなこういうのをたくさん描くわけですよ。描いていて楽しいし、なんかすごく技術的にも勉強になるところが多い。質感の表現とかね。でなんか飾りやすいでしょこういうものって。特になんか癖がないというか思想がないというか、ただ目の前にあるものを描いたというだけの飾りやすい絵というのをちょっと意識して描きました。これはさっきのグラス・オブ・ウォーターとかコーヒーとかとの連続でちょっと色の透明だけど色のついた液体を描きたいなと思って描いたものです。中身はウイスキーか紅茶か麦茶か分かんないですけど、雰囲気から言ってウイスキーでしょうね。僕はウイスキーはあんまり飲まないんで、紅茶かもしれません。でこれは割と最近描いたやつです。一昨日ぐらいかなに描いたやつ。カキとヨナ。もうこの生物の要素と動物の要素、猫と果物、これはね想像通りに描けたというか狙い通りに描けた一枚です。あまりこう写真みたいにリアルに描くのではなく、絵画、筆の跡が残るような絵画として猫と柿を描けたと思います。でね、ヨナの顔って難しいんですよ。なんかちょっと猫としてもちょっと特徴がある顔してるでしょ。変な顔してるからそのね変さをね、これはうまいこと描き出せたと思います。でね、この色多いでしょ。このちょっとアッシュグリーンというか灰色がかったグリーン、この色がね僕気に入ってて背景に使うことが多いですね。これは気に入ってるんであまり売りたくない気が
してるんですけど売ってます。で最後これですね。これは今朝もうさっき書いたばっかりです。僕がスイスに行った時の、これはねユングフラウヨッホーといって、トップオブヨーロッパと呼ばれている場所ですね。もうこんなすごい雪山なんですけど、電車で行けるんですよ。登山鉄道で登っていったてっぺんに、この山の前にこうスイスの国旗がはためいているという風景があって、ここはね、ここに到着した時に本当にスイスに来たんだってすごく感動した覚えがあって、でここにちょっとしたスタンドというかバーというか売店があって、そこでビールを買って、この山とスイスのフラッグを見ながら飲んだビールが忘れられないですね。これもねなるべくこうスピード勝負でもうちまちま書き込むんじゃなくて、もう筆大胆にこう豪快に書いた方がこの山の荒々しさとかこの旗の勢いが出るんじゃないかと思って、その狙いが結構うまくいったと思います。これも気に入ってる一枚です。はい、そんな感じで結構ありましたね。何枚あった？ 2、4、12枚でね、展示会みたいなことをね考えてたんですよ。ちょっと当てがあって、知り合いの飲食店の店内に飾らせてもらおうかなという話を考えてたんですけど、そのお店がなんか閉店することになってしまってだからその話はなしになってしまったんですよ。でもなんかでねこう、展示どこでもいいから展示できたらいいなと、皆さんの目に触れるところに展示できたらいいなと考えてはいるので、続報をお待ちください。あとなんかお店やってる方で、うちのお店の店内に飾ったらいいじゃんみたいなうちのお店で展覧会やってよっていうようなお話がありましたらご連絡ください。はい、そんな感じで、じゃあ今日はこの辺で、またバイバイ。